夜道に気をつけろ。どうも夜道ゆきです。本日紹介する車両はこちら、スズキの GSX-R125 になります。125cc ですが、本格的なフルカウルスポーツなこの見た目と走りが特徴的なこの1台、めちゃくちゃかっこいいので私もテンション上がっております。ということで張り切って紹介していきます。このめちゃくちゃかっこいいスポーツバイクって感じなんですけれども、これ乗るのに必要なのは小型二輪マニュアル免許だけになります。しかもなんと最短2日で免許も取れちゃう。2日で？そう、これ条件いろいろありますけれども、車の免許を持っていれば最短2日で免許も取れるし、持ってなかったとしても1ヶ月はかかんないと思います。本当？そんな簡単にバイクの免許って取れちゃうの？取れちゃうし、何よりもこの超レーシーなスタイルでそんな簡単に乗れるって思わなくないですか？なのでこの見た目もね、走りも結構ガチなので、これをねそんな最短ですぐ取れちゃうっていうのは結構強いなと思います。しかもこの原付2種っていうのは年間の税金がめちゃくちゃ安いんですよ。税金なんと年間2400円で乗ることができちゃう。最近なんかさ、お車の税とかを見て私は先月覚えてたから、やっぱり若者のねバイク離れとかいうこの世の中でこんなにかっこいいバイクが年間税金2400円で乗れてしまうし、あとは保険料とかもすごく安いので、やっぱりねこのバイク若者とか初心者とかにねすごいおすすめなバイクなんじゃないかなと思います。なので今回は初心者の方にもたくさん見てもらいたいなということで、小難しいことは一切言わずに初心者の方でも分かる、楽しく紹介していけたらなと思うので、今回マネージャーもねバイク初心者なので分からないことがあったら何でも聞いてください。いいんですか？任せてください。お願いします。バイクのお姉さんこと夜道ゆきが今日は張り切って分かりやすく説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。カラー展開はトリトンブルーメタリック、タイタンブラック、ストロンガーレッド&タイタンブラックの3色になります。今回のカラーはトリトンブルーメタリックの車両です。こちらはスズキの伝統的なレーシングブルーとなっております。このフルカウルでスポーティーなバイクがより一層映えるスポーティーなカラーリングとなっています。次にエンジンを紹介していきます。エンジンは水冷4ストローク単気筒 124cc、 最高出力は15馬力、最大トルクは11ニュートンメートルになります。そのエンジンってすごいんですか？これすごい、今のところクラストップって言ってもいいと思う。ライバル車と比較するとヤマハの YZF-R125 が15馬力ですが、日本では未導入の欧州仕様となっています。そして CBR125R が約13馬力、こちらは日本では販売終了となっています。なので15馬力っていう出力は国内ではクラストップって言っても過言ではないと思います。街乗りも楽しく乗れるし、郊外のワインディングなんかも軽快に走れていいとこ取りですよね。GSX-R125 の燃費は WLTC モードでリッター約 47.6km、 実走行でもリッター約 40km から 55km 程度は走れます。タンク容量が11リッターなので1回の給油で400キロから500キロ程度は走れる計算になります。これどのくらいかっていうと、だいたい東京から大阪あたりだったら走れちゃいますね。125なのでちょっと大変そうですけれども、バイク乗りの皆さんだったら余裕でしょう。次にシート高をチェック、起こしてみます。よいしょ、こんな感じ。じゃあスタンド払ってみますね。シート高は 785mm、 身長155センチの夜道でもほぼべったり状態ですね。足つきめちゃくちゃいいです。両足がしっかりと地面つく感じで、膝が曲がるってほどではないんですけれども、このぐらいつけば全然余裕です。夜道は片足さえつけばとりあえずなんとかなると思ってるタイプの人間なんで、でもこれは結構長く乗ってるからなんですけれども、やっぱり初心者さんだとか、身長に自信のない女性だとかはやっぱり足つきがいいものを最初は選んだ方がいいです。片足乗せてみるとこんな感じです。もうこうなるともう膝も曲がるくらいまでかなり足つきが良くなってすごく安定します。値段的にもスペック的にも、もう初心者さんでも楽しんで乗れる、そんな車格になっています。あとはセパハンになってるんですけれども、思ったよりもそんなに前傾はきつくないです。自然な感覚で乗れる
感じなので、そこまでハンドルは気にしなくても大丈夫そう。このシート高は日本人の平均身長を考慮して作られているので、とても足つき性が良くって、スポーツバイクなのに安心して乗れるようなシート高になっていると思います。こういう小型スポーツバイクって、女子にもすごい人気なんですね。なので免許取り立ての若い女子なんかにもすごいおすすめできる1台なんじゃないでしょうか。ゆきさんのサイズ感にも合ってる気がする。これがね、低身長のいいところなんですよ。低身長で悩んでる皆さん、小型バイクも中型バイクも大型バイクもかっこよく乗れますよ。サスペンションは固めなので、沈み込みによる足つき向上は少ないから、そのままシート高の数値を参考にして良さそうです。あと実際に実車をまたがってみて思ったのは、かなりサイドスタンドが短めに作られていると思います。メリットデメリットの話をすると、このサイドスタンドが短めに作られていると、車体を起こす時によいしょっとって結構力が必要なんですけれども、車体自体がめちゃくちゃ軽いので、そんなに頑張って起こしてるっていう感覚はありません。サイドスタンドが短いことのメリットを話すと、道路って平坦じゃないんですよ。ちょっと左が上がっていたりとかするんで、そういう時にサイドスタンドが長いとバイクが立った状態になっちゃうんですね。風とか自分の少しのちょっとの体重移動とかで右側にバタンと倒れちゃうっていうことがあるんで、サイドスタンド短めに作られてるのは結構個人的にはありがたい仕様だなって思います。起こす時も力がない方、私なんかはひょいっていけちゃうと思うけど、バイク初心者の方とかだったら体の勢いでほっってやると引き起こせると思うので、このサイドスタンド短め設計でめちゃくちゃ助かります。ありがとうございます。次に外観を紹介していきます。まずはヘッドライトから。ヘッドライトはフル LED で夜間の走行でも安心。このお顔が GSX-R シリーズっていう感じがして、もうなんとも特徴的なお顔をしててかっこいいです。125cc とは思えない本格感が顔からも伝わってきます。ちょっとライトつけてみるか。お願いします。見てみたい。いきます。超明るい。昼間でも相当わかりますね、明るさが。明るい中でもわかる。さすがフル LED。しかもこれね、ハザードもついてる。こっちが光るんか。125でハザードついてるバイク結構珍しいんじゃないかな。基本的にはハザードってバイクにはあんまりついてないことが多いので、さすが新しいバイクだなと思いますね。それではメーターも見ていきましょう。シンプルでめちゃくちゃ分かりやすいし、情報も見やすいよね。シフトポジションがデカめに表示されるっていうのがまた初心者が扱いやすいポイントなんじゃないかなって思います。あとはフルデジタル液晶メーターを採用していて、スピード、回転数、シフトポジション、燃料計、時計、オドトリップ、インジケーターなどなど 125cc でも情報量が多くって、もうライディングをサポートしてくれそうな感じがすごく見て分かります。これは分かりやすいんじゃないかな。カラーではないので、そこがやっぱりあれかなと思うけど、でもこんだけ表示させてくれれば全然いいよね。だって時計もついてるしね。ありがたいですよ、最新のバイクは。時計ってついてない場合のが多いですね。そうなんだ。私が乗ってきたバイクがそういうバイクが多かっただけかもしれないけど、最新のバイクにはついてるんですけど、古めのバイクとかだったら結構ついてるのはないんじゃないかな。時計もないと確かにあった方が便利だね。ハンドルは本格スポーツタイプのセパハンを採用されていますが、そこまで前傾姿勢が強すぎない感じで、街乗りでもちょうどよく扱いやすいバランスに作られているんじゃないかなって思います。クラッチとかブレーキレバーの操作感もすごい軽くって腕が疲れるっていうことはそんなになさそうです。やっぱこのぐらいのね軽さじゃないと、やっぱ 125cc はたくさんシフトチェンジしてガチャ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 動かすっていうのがやっぱり楽しいので、このぐらいの軽さなのはちょうどもうよくってありがたいですね。スポーツバイクらしさは味わえるけど、体にも優しくって安心ですよね。それでは続いてタイヤを紹介していきます。タイヤはフロントが90、80、17インチで、リアは130、70、17インチとなっております。細めのタイヤが軽い車体と相性が良さそうで、とっても乗りやすそうです。タイヤの選択肢も豊富なので、気になった方はサーキットとか乗ってみたいとかね、思った方はグリップ重視のタイヤに変えてサーキットで運転してみるのもいいんじゃないでしょうか。こういう小さめの車体でぶん回すの、サーキットは超楽しいので、皆さんぜひハマってきた方は走ってみてはいかがでしょうか。
続いてリアを見ていきましょう。リアはここすっごい短く跳ね上がっていてレーシーでとってもかっこいいですよね。スポーティーさがめちゃくちゃ際立っています。純正でもすごくかっこいいけどフェンダーレスとかにしたらもっとこのリア周りがスタイリッシュにシュッとまとまってかっこいいんじゃないでしょうか。夜道だったらフェンダーレスにはしないけど、ぜひフェンダーレスにした姿もかっこいいと思うので気になった方はやってみるのもいかがでしょうか。いってらっしゃい。気をつけてね。さあそんなこんなで走り出してきたわけですけれども、まだねちょっと狭い通りなのでぶっちゃけこの GSX-R125 ちゃんの本領はわからないんですけれども、こういう風に歩行者とかがすごく多くって車通りもそこそこある狭い道なんかでもこの車体がひらひらと軽いので全然疲れないですね。むしろずっと乗っていたくなるような気軽さがあります。いやこれ大型バイクだとしんどいだろうな。で暑い時さ本当に大型バイクってさ死ぬほど暑いからさ、もう足とか死ぬわけ。本当にやけどするレベル。こういう信号待ちとかでもこのクラッチがすごく軽い握り心地だから全然腕が疲れないですね。こうやってクラッチを切りっぱなしでも。でまた大型バイクと比べちゃうんだけど、その大型バイクとかだとさ本当にね腕疲れるんだよね。イタリア車とか乗ると本当にやばいよ。本当に握力鍛えられる。私握力23、4とかしかないんですけど、イタリア車バンバン乗ってた頃の握力多分ね75ぐらいあったと思う。イタリア人の握力がめちゃくちゃ強いのかな。カーブも気持ちいいね。 125cc とかこういう排気量のバイクってカチ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 シフトチェンジをたくさんできるっていうのがすごい楽しいポイントなんですよ。腕と足の操作があるっていうのがやっぱりバイク運転してる楽しさ。少年心をくすぐられませんか。やっぱね操作する楽しさが欲しい人はねすごくいいと思いますよ。乗り出してすぐに思うのやっぱり本当に軽い。私自身体重も46くらいなんで小柄な人が乗ったら無敵バイクだよね。車体が軽くってこのバイク本来の楽しさを味わえるっていうのがこのバイクのすごい強いところなんじゃないかな。乗ってて何も不安なく乗れるっていうのがねやっぱバイクって一番大事なんでね、こういう時にやっぱ両足ベタっとつく楽しさやばいですね。今のモトブログのこの車載映像でもわかると思うんですけど、やっぱセパハンなんで視点がガクッと落ちてるのがわかると思うんですけれども、多分これは私の身長もあると思う。背が低い胴体が短い人っていうのはやっぱどうしてもいかんせん前かがみになりがちなので、腕の長さがない分ちょっと私の場合は前傾が少しだけきつくなっちゃう。普通の男性とかに比べるとそんな中でもそんなに前傾がすごく苦しいとかっていう感じもしないので、大人の皆さんだったら全然そういうのはないんじゃないかなって思いますよ。あと冒頭ではね意外とそのタンクの形状っていうのはそんなにあえて説明はしなかったんですけど、実際に試乗してみるとこのタンクの薄さっていうのがすごい感じますね体で。っていうのも太ももの上部分、要はお股の付け根部分と言いますか何と言いますか、ちょっとやめてください。恥ずかしいんですけどちょっとこのお股の上の部分違うで、要はお股に近い部分の太もも上らへんここがねすっごいしっかりとタンクに食い込むというか、もうなんていうかちょっとやめてくださいよ。恥ずかしい。そんな食い込むとかそういうのちょっとやめて。恥ずかしい。私に食い込むとか言わせないで。タンク形状ってすごい大事で、だからすごい薄く作られていたとしても足の形にフィットしないと意味がないんですよね。で膝の部分でつっかえたりとかそういうこともあるんですけど、太ももって一定の太さじゃないじゃないですか。上太ももは太くって下太ももは細くなっていて膝にかけていって脂肪がなくなっていくっていう形状じゃないですか。それにぴったりとはまるような感じ、私だからなのかもしれないけど私の太ももの形にはすごいぴったりと合ってるからめちゃくちゃニーグリップがしやすいです。これねぶん回せるのが楽しいよね。この高回転の音を楽しめるっていうのがこの小型バイクの一番のいいポイント。中型大型になってくるとやっぱ高回転ってね、なかなか街中じゃ味わえないんでね、音を出して遊べちゃうっていうのがやっぱり楽しいですね。音高回転のこの音、街乗りですけどちょっ
とこう座る位置を少し後ろ目に自分でこうずらして一つちょっとレーシースポーティーに走る、そんなライディングポジションで走るのもまた楽しそうですわ。やっぱりこのシフトポジションがすごくでかく表示されるのも本当に初心者向けだよね。助かるよね。こういうバイクって本当にギアチェンジガチャ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 いじるのが楽しいバイクなので、ってなると今どこにあったっけっていう、何速だっけってなりがちだと思うんですけれども、それもねこうやってでかく表示してくれると安心感が違いますよね。さあそろそろ着きます。いやー乗ってる時は涼しいんだけどな、降りると暑いから降りたくねえよ。まあしゃあないですね。いやめちゃくちゃ楽しかった。おかえりなさいませ。どうでした？いやもうこれね本当に自転車感覚超えて自分の体感覚、そんなに自由自在なの？めちゃくちゃ自由自在。あ、なんかでも一体化してるもんね。本当ですか？すっと現れたからさ、今視界に。本当？いつもだったら登場って感じでもうエンジン音からわかるんだけど、なんかすっと現れたから。いやめっちゃ良かったっす。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しめたようでよかったです。ありがとうございます。コンパクトな車体に詰まった本気の作りと扱いやすさが見事なバランスな1台。これからバイクに乗ってみたいだとか、女の子だけどバイクには乗れるんだけどちょっと不安かもとか、お金が厳しくってとか、そんな人にもたくさん乗っていただけるような、そんな扱いやすい1台なんじゃないかなと思うし、バイクに慣れてきた玄人にもおすすめできる1台だなと思います。なんか見た感じ、私バイク詳しくないけど今まで見た中だと一番見てて親近感湧くお、そうですよね。親近感があるバイクだなと思いました。そうなんですよ。またこの一見はねちょっとスポーティーすぎて私には無理かもって思うんだけれども、ちゃんとスペックとか作りとかを知ると自分でもなんかいけちゃうかもって思えるような、そんなバランスの取れた1台ですよね。一歩踏み出すならこれかなって感じ。乗ってても恥ずかしくないですし、胸を張って人に自慢できる1台なんじゃないかなって私は思います。気になった方はぜひこれ乗ってみて華やかなバイクデビューを迎えてみてはいかがでしょうか。ということで気になったらぜひチェックしてみてくださいね。ということでお前ら早く寝ろよ、夜道ゆきでした。またね。